次は親子丼です。配数で合わせた親子丼をやります。材料はこれですね。シンプルです。鶏肉、青ネギ、三つ葉、玉ねぎが入れた玉ねぎでも何でも構わないですね。はい。まずかけます。もうちょっと硬いところは先焼きますね。これは後から入れます。はい。三つ葉も適当に、これは最後に入れますんで。葉っぱもし、はい、かけます。鶏肉ですね。鶏肉は火が通りやすいように切ってもらったらいいんで、こう平でもいいんですけど、お家でやるときはもう輪切りにした方がいいかな。皮の匂いとか気になる人は皮を取ってもらっても結構ですし、ちょっと一手間かかりますけど、フライパンで皮だけ焼いてからやっていただいても結構です。今日はシンプルに。じゃあ続きまして今度は、おだしですね。おだしは5杯です。はい。でここにみりんを2杯。2杯甘いかなと思う人は1杯半ぐらいお好みにしてください。で、薄口醤油と濃い口醤油を半分半分入れます。ね、まず最初にこの白いところのネギと鶏肉を入れます。ちょっとこうアクが浮いてくるとちょっとだけでいいんで取ってください。はい、じゃあこれでしっかり鶏が炊けましたら、次は今度は青ネギ入れますね。青い部分です。すみません、青い部分を入れます。はい、さっと火が通れば今度三つ葉を入れます。でこれですね、卵ですね。卵はこういう時の卵はあんまり溶きすぎないですよ。で外側がこれ火が弱いんで、まず外側流していって、で最後真ん中ですね。で蓋があれば、はい、で蓋をしてもう止めます。卵が硬い方が好きな人はもっと炊いてください。これはもうお好みです。卵が蒸れましたら盛り付けですね。これでちょっと濃いなと思う方はお出汁を増やしてみたりとか、甘いのが好きやっていう人はちょっとお砂糖を入れてみたりとか、そこら辺はお家でオリジナルでやってもらったらいいと思います。ありがとうございます。今日はお出汁を使ってお店で使っているカツオとマグロ節と昆布を使ったお出汁を使って3品作らせてもらいましたけども、和食は難しいと思っていらっしゃる方もたくさんいると思うんですけども、お出汁さえきちっと引ければ美味しい和食ができます。沸いたら引き上げて、とかそういうのじゃなくて、しっかりうまみをお出汁の中に出していただいて、その出汁を使っていただくと美味しい和食が簡単にできますので、ぜひお家でも試してください。
りがとうございました。